今回はロイヤルカリビアンのクルーズ船オベーション・オブ・ザ・シーズに乗って2つ目のクルーズシドニー発ニューカレドニア・バヌアツクルーズの動画です。1つ目のニュージーランドクルーズについては以前の動画をご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。今回の予定はシドニーを出発してニューカレドニアのヌメア、バヌアツのミステリーアイランド、ポートビラに寄港してシドニーに戻る全9泊のクルーズになります。今回は突然の寄港地変更、部屋のトラブル、サイクロンなどいろいろトラブル続きのクルーズになりました。どうぞ今回も最後まで動画をご覧ください。はい、今ね12時ですね。サーキュラーキー駅に到着しました。駅からねこうして、止まっているクルーズ船とかね水上バス、そして右の方にはオペラハウスが見えます。それではねこれからねあちらのクルーズ船乗り場左側にあるところね向かっていきたいと思います。はい、ワイズ、はい、 OK ですね。ワイズ便利ですね。切符買う手間もないし簡単ですね。計算しなくてもいいし、小銭が増えたりとかもねしないですごい楽です。もうほんと歩いてね5分ぐらいしたらね乗り場行くんですよ。ここほんと便利ですよ。この浮き輪、前回クルーズ降りた時はですね天気悪かったんですけど、はい、今日は天気がいいので多くの人がねここに集まっています。シンガポールの乗り場はねこうやってクルーズ船の写真とか映像とかね撮れないんですよね。乗り場で船が隠れてしまって、他の寄港地でねやっとクルーズ船の全体の写真を撮れたり動画撮れたりするんですけど、ここのシドニーはねもう乗る前からもう前の部分はねバッチリね映像で撮ることができますし、多くの人がね観光客がねクルーズ船の写真を撮っています。パッセンジャーターミナル見えてきました。もうほんと近いですね。駅から歩いて今5分です。じゃあこれからね乗船手続きを行っていきたいと思います。はい、今12時36分ですね。駅12時に降りてもう36分後にはね、はい、船の入り口です。結構ねやっぱオーストラリアスムーズなんですよね。これからね、はい、こちらの船乗り込んでいきたいと思います。今月2回目ですね。12時44分ですね。はい、14階のウィンドジャマーにね直行しました。今回はハンバーガーね作りたいと思います。チーズバーガー、はい、ダブルチーズバーガーにしましょうね。はい、カスタマイズしていきますね。トマト、はい、このソースを乗せていきましょう。ケチャップ入れて、はい、これかなね。食事取ってきました。だんだんね置いてるものはほぼ変わんないんですね。なので今まで食べてなかったねちょっとハンバーガーをね作ってみました。すごいボリュームですこれ。はい、すごいですね。いただきます。こっちのお肉結構肉々しいのでね美味しいんですよね。お肉料理が自分好みのハンバーガー作って食べることもできます。はい、今回はねデッキ8の307、1時半くらいになるとねカードが刺さってるのでこのカードで開けていきます。はい、 OK。 開けたら部屋ですね。普通の感じです。で場所的に、はい、こちらですね緑の部分、こちらの、はい、外側ねこれはみんな窓があるお部屋なんですけども、この中のインテリアのところですねもう全く窓がない部屋になります。前回7階だったんですけど今回8階になりました。部屋はね、サイズ的には前回より広いですね。前回こんなソファーなかったですし、ベッドの向きもねこんな横向きじゃなくて縦向きだったんですよ。こっちの部屋の方が広いと思います。前回ね狭かったんですねちょっとね。詳しくはね前回の動画見てみてくださいね、どんな部屋かね。はい、ほぼ一緒なんですけどね。はい、トイレがね端っこにあります。これはもうどの部屋もほぼ一緒ですね。シャワールームがね真ん中にドーンとあって、
はい、湯量はね結構出ます。でこちら側、はい、大きな鏡があって、まあ狭いんですけども、この鏡があることによって少しね広く見えています。下に洗面台があって、アメニティはもうこの石鹸のみです。はい、必要なのは持ってきましょう。向こうにねうがい用のコップがあります。一応船内の水はね飲めるらしいんですけどね、はい、ろ過してるらしいので、だからうがいとかはね全然問題ないと思います。ただ飲むのはねちょっと僕抵抗あるので、ビュッフェ会場とか自分の水筒持っててね水入れてます。はい、棚がありますけど何もないですね。タオルが2つあって、こちら、はい、トイレがあります。これはウォシュレットではありません。毎日部屋をね掃除してくれるんですけど、こういったタオル類はね下に落としとかないと変えてくれません。はい、前回のクルーズでね落としとくの忘れて全く変えてくれませんでした。はい、なのでね毎日使い終わってね部屋掃除してもらうときはねこれ全部下に落としておきましょう。バルコニーで泊まった部屋とほぼ一緒って感じですね。こちらにハンガーがいっぱいあります。14、15、16、11、18個あります。結構ねハンガーあると便利ですよね。はい、あとこちら、ソファーあるのいいですね。はい、ゆっくりできます。前回なかったのでこれは嬉しいです。あとこちらにもね大きな鏡があって机があって、この椅子があります。はい、これで電気がつきますね。はい、ここもほぼ一緒ですね。はい、ドライヤーが入ってます。今回なぜかね延長コードをね没収されませんでした。多分見逃しちゃったのかもしれませんね。はい、こちら冷蔵庫、ほぼね使わないんですけどね。はい、体調悪くなってね上からフルーツ持ってきた時とかねここに保管しとくといいのかもしれません。はい、引き出し、はい、ティッシュとブレックファースト注文するねメニュー表がね載ってます。この辺は何もないですね。ただ収納が本当に多いのはね助かります。はい、前回なかった2つ目のねこういった洋服ダンスがありますね。前回やっぱ狭かったんだな。はい、棚が2つ上からあって、セキュリティボックス、これはサイズ一緒ですね。はい、パソコンは入りません。あとは引き出しが2つ、これも何も入ってないですね。はい、ベッドはね言ったらねこれ2つに分けたりすることもできるそうです。はい、クッションも1人2つついています。もうインテリアのこの部屋のいいとこはね、もうほんとぐっすり寝れるんですよ。上にはねベッドの上にこうやって戸棚があって、収納戸棚ですね。はい、開けるとねここも結構広く収納することができます。向こう側もついています。ライトとコンセントあります。コンセントはねアメリカのコンセントで、日本のコンセントをそのまま去るので大丈夫です。ただね電圧だけね注意してください。海外でも使えるね電化製品にしてくださいね。でこちらだと普段だとバルコニーだとねここから外に出れたりするんですけども、ここにバーチャル TV があります。はい、でこっち側にもね TV あるんですね。これは普通のテレビですね。ちょっとつけてみましょうね。前回ねバーチャル TV がね、最後までつきませんでした。はい、なのでね150ドル返金してもらったんですけども、今回もなんかつかないっぽいな。大丈夫かな。まだね発信してないからつかないのかもしれません。はい、テレビはねこうしてつきます。バーチャル TV はちょっと一向につかないですね。音は鳴ってるんですけど、これもまた言わなきゃダメか。もうあんまり言いたくないんだけどな。はい、それでは部屋からは以上になります。失礼します。はい、今2時半ですね。こちら、はい、うちの妻がね前回ねパズルがあるっていうので気づいたんですよ。ゲームとかトランプとかパズルがあるところがあって、最初にしてりゃこれやったのになとかって言ったので、今回初日からもう借りてきました。500ピースのねパズルです。本当はね1000ピースのもっとね絵が綺麗なのあったんですけどね、それ狙ってたんですけどもう取られちゃったみたいですね。そのうちね誰かまた飽きて返してきたらね、それ楽しんでいきたいと思います。まずはこの500ピースね、はい、妻楽しみたいと思います。あと、はい、奥のバーチャル TV、 これねやっぱり故障みたいですね。さっきね他の部屋の前通ったらねこれ綺麗に映ってました。みんなこれで2回目ですね。前回の教訓踏まえてですね、もうすぐゲストサービス行きました。そしたら6時か7時にね連絡するからちょっと待ってくれ、部屋を多分変えるだろうっていうふうに言われました。ちょっと上のクラスに変えてくれたらいいなと思ってます。あともう一つ、このカードねもらって初めてね自分のね食事の時のテーブルが分かるんですよね。で今回カードをもらって実際にダイニング行って
席をね見せてもらいました。どんな席かなと思ってね。そしたらですね、自分のテーブルと隣のテーブルに、人が通れないぐらいの、ほんとこれぐらいの幅しかないテーブルだったんですね。すごい隣に外国人来られたら、これ毎回挨拶しんどいなってとこだったので、いろんなアレンジをしてくれるところに行列できてました。そこにちょっと声かけて、ちょっと席離れたところにしてくんないですかって言ったら、もうすぐやってくれましたね。ちょっと隣と距離が空いてるところで、そんなに話さなくてもいいかなっていう席にしてくれました。なので今回はね、ちょっと気楽にねダイニング行けそうですね。皆さんもね、ちょっとプライベートがいいよ、ちょっと離れたとこがいいよって方はね、もうほんとすぐね行った方がいいです。はい、今3時4分ですね。今ちょっと落ち着いたのでね、外歩いてます。はい、ゴンドラもね今上上がってますね。はい、皆さんね、部屋に行って荷物を置いたんでしょうね。結構ねもうゆっくりしてる方が多いですね。僕らもね、フィットネスの方ね行きたいと思います。多分今日空いてると思うんですよね。はい、もうすでにね、はい、ジャグジーとかね、はい、プールに入ってる方もねたくさんいますね。皆さん用意がいいですね。はい、今入るのはねおすすめですよ。結構空いてるのでね、皆さんね。フィットネスセンターに来ています。はい、さすがにねあんまりいないです。ガラガラですこれ。はい、なんでかっていうと、まだ皆さんね船内散策されてる方多いですからね。で、僕たちはまだ出発までねちょっと時間ありそうなので歩きます。フィットネスセンターに人が続々と集まってきたので、どうしたのかと思っていたら、500US ドル分のスパの利用券が当たる抽選会が始まりました。初日からこんなイベントがやっていたんですね。今回は気づくのが遅くて間に合わなかったんですが、次回はぜひ挑戦したいと思います。夕方5時、船はシドニーの港から出発します。大きい船なので、ゆっくり方向転換しながらオペラハウスの横を進んでいきます。ここで今回支払ったクルーズ費用についてお伝えします。今回2人分の9泊のクルーズ費用は 1785.48US ドル。支払い当時のレートで27万4593円。それ以外にかかった費用、寄港地ツアー代金、サービス料金については動画の最後でお伝えします。はい、今5時37分ですね。船はオペラハウス、そしてハーバーブリッジを後にしてね、はい、出港しています。結構ね風が強いですね。シドニーのとても綺麗な街並みをバックに、はい、船を走っていきます。とてもいいですね、このシドニーの港はね。はい、じゃあこれからねクルーズ旅行始まります。はい、今ねテレビモニターが映らないので、部屋を交換してくれることになりました。ルームチェンジですね。はい、今夜の7時15分です。部屋が変わりました。先ほどね、8階のもう後方だったんです。もう一番後ろだったんですよね。一番前になりました。今回窓付きの部屋になりました。向こう側にね今、はい、窓開いてるんですけども、これ船のね一番前の席なんですよね。前の部屋なので前がねすごく綺麗に見えます。広く見えます。これ初めてですね。一番値段が安いのがねインテリアって、さっきの僕らが入ってた部屋なんですけどね。で2番目に安いのが船の横の部分に小窓がついている部屋。3番目がこの窓が斜めについている部屋ですね。バルコニーよりは多分安かったと思うんですね。なぜかっていうのは、眺めはいいんですけどね、一番前なのでどこに行くのも結構遠いんですよ。さっきも一番後ろでねどこに行くのも遠いんですけどね。はい、ただちょっと広いんですよね。椅子がね1つ、そして2つ、3人掛けのソファーが1つあります。だからこれ3人ぐらいいても全然広い感じですね。あとはねもう基本的な作りは同じなんですけども、奥行きがね、はい、ここからなのでかなり広いです。こういったね窓もあるので明るくて、広く感じます。中の装備はねもうほぼ一緒なので、今回紹介しません。はい、荷物をねちょっと一気に持ってきたので疲れましたけどね、結構10分ぐらい歩いたんじゃないかな。すごい疲れました。はい、スタッフの方がね手伝ってくれたんですけどもね。はい、じゃあこの部屋でね、今日から9泊楽しみたいと思います。1日目の食事です。
シーザーサラダです。初めて食べます。ほんと簡単なサラダなんですね。今日はちょっとリブをね頼んだの、お肉を頼んだので、ちょっと軽くしとくかなと思いました。さっぱりして美味しいですね。前菜にはちょうどいいと思います。クルトンも入っています。メインが来ました。スローローステッドプライムリブです。クルーズ旅行の時にね、うちの妻が初日にこれ注文して、僕はねちょっとステーキ食べたんですけど、妻がすごい美味しい美味しいってね、僕も一口もらってすごい美味しかったので、今回はねこれにしました。このソースで食べてもいいですし、ホースラディッシュ、西洋わさびみたいなのがねついてます。美味しい。柔らかい。このねホースラディッシュにつけていただきます。はい、美味しいですね。このホースラディッシュ結構ちょっとやっぱ薬味が効いて美味しくなります。柔らかい。はい、最後にデザートバニラアイスクリーム。もうこれ定番ですね。レディーゴーデンのねアイスみたいな味です。はい、なので、シャリシャリするようなねバニラじゃないので、ちゃんとしたバニラだと思います。それとブラックコーヒー、はい、これいつも締めてますね。ブラックとこのミルク代わりにアイスを食べるとさらに美味しいです。はい、おはようございます。2日目の朝になります。今ちょうど8時20分ですね。起きてシャワー浴びてカーテンを開けました。景色はいいですね。今何もないんですけども、向こう岸にね、島が見えてきたりとかしたらね、すごい見晴らしのいい部屋だと思います。はい、食事はね、もう本当いつも通りですね。サラダと、はい、いつものセットですね。アボカドソースのパン、ベーコン、ポテト、ケチャップ。あとはフルーツ食べる感じですね。これで今日の朝食いただきたいと思います。ちょっと明日からね、もう人が多すぎるので時間ずらしたいと思います。早い時間に行きたいと思います。はい、それではいただきます。こちらフリークライミングの場所になります。難易度がねいろいろ変わっていて、真ん中が一番ね優しくなっていて、一番左が2番目、そして一番右がね一番傾斜がバンクがね上の方ですごい高くなっています。せっかくなのでクライミングに挑戦しました。見ていると簡単そうなんですが、こちらのコースは一番難易度が高く、上に行けば行くほど登るのが難しいコースでした。でも無事に登って鐘を鳴らせてよかったです。はい、今12時の5分ぐらいですね。45分ぐらいね歩いてます。はい、船が結構揺れるので、ここでね握ってないとね結構振り落とされそうな感じで歩いています。毎日これぐらい歩けばね多分船酔いしないのではないでしょうか。それを期待していますね。プールに人が溢れ返ってますね今日はね。はい、天気がいいのとやっぱ一日クルーズなのでね、バンドもいて片手にお酒を持った人たちがね結構プールサイドでゆっくりしてます。はい、12時36分です。ウィンドジャマーに来ています。普段やっぱり野菜取れてないので、サラダボウルですね。あとはちょっとフルーツをねこの期間に食べたいと思います。どうしてもね栄養固まってしまうので、なるべく野菜取っていきたいと思います。はい、今3時45分ですね。もうプールがですね、もうジャグジーもなんですけども、もう人で溢れ返っていて、子供たちもいっぱいいて、なかなかねゆっくり入れる状況じゃないのでね、今日はもうジャグジー諦めました。多分人数多いんでしょうね。それでね今妻はね借りてきたね、このジグソーパズルをね部屋で、楽しんでいます。こうしてね部屋の中でもね楽しむこともできますんでね、外でのめんどくさいな時はねこういったジグソーパズル貸し出しているのでぜひ試してみてください。昨日からねこちらの部屋に移動して、昨日初めてね、こちらに寝たんですけども、結構ね揺れが今ひどいですね。時々ねドーンとかね、最初びっくりして
クジラにでも衝突したのかなと思ったんですけどもね、なんか多分波が高くなってくると一回船が持ち上がってまた下に降りる時の、そんな衝撃なのかもしれません。前回も結構揺れ大きかったんですけどね、一番後ろの後方だったのでね、こういった衝撃音全くなかったんですけどね、前に来るとね、そういった音がするんだってことをね、ちょっとお伝えしておきます。今日結構空いてますね。オードブルが来ましたね。もう思いっきりイカリングの形状ですよね。食べてみます。いただきます。イカリングですね。美味しい。マヨネーズがなんか辛くて明太子マヨネーズみたいな感じのソースになってる。美味しいイカリングです。はい、メインの料理が来ました。テンダーロンステーキですね。これね、前回のクルーズでうちの妻が注文してすごい美味しかったって言ってね、なので今回頼みました。結構分厚いお肉ですよね。なんだね、柔らかい赤身肉なんですけどね。はい、いただきます。柔らかい。全然油分がねすごい入るので、脂身とかがねさっぱりした赤身肉、ソースも合います。美味しい。はい、デザートが来ました。今日はカップチーノチョコケーキです。じゃあいただいていきます。さっぱりしてそんなに甘くないんですよね。砂糖使ってないみたいです。これだからコーヒーとよく合います。はい、今夜の9時20分ですね。9時半から始まる、ロイヤルシアターでのショーをね見に来ました。今朝の7時ですね。開店少し前に来たらガラガラでした。いつものようなね、もう変わり映えしないですね。朝はね、昨日ね8時半に来た時はすごい混雑してるんです。そういうのなかったです。今すごいガラガラです。窓際もねいつも満席なんですけど、今もうどこでも座れます。それで食事いただきます。はい、今朝の8時半です。前の窓ガラスがね結構汚れてるなって思ってたんですけど、今はねなんか綺麗にしてくれましたね。ウィンドウウォッシャーみたいな感じですね、車のね。これで窓がまた見やすくなると思います。はい、今朝の9時です。妻がね500ピースのジグソーパズルを完成させました。3時間ぐらいででも終わらしちゃったんですよね。早いですよね。ほんとクルーズしながらね、ジグソーパズルも楽しむことができます。はい、今朝の9時40分です。朝食後にね、部屋に帰ってきて、妻ジグソーパズルの後ね、洗濯してね、こうして、部屋の中に干しています。そろそろね、部屋を出て、10時からね、掃除が始まるので、掃除してる間はね、船酔い防止で歩きに行ったりとか、プールも多分混んでると思うんですけどね、ちょっと様子見ながら、船の中はね、いろいろ楽しみたいと思います。フィットネスセンターのメタボリックセミナーに参加しました。甘いものやお酒を避けろと言われても、食べ放題のクルーズ船に乗りながら実行するのは無理ですよね。参加していた皆さんも同じ気持ちだと思いますが、クルーズが終わったらダイエット頑張ります。前菜が来ました。今日はねダンプリングって言って多分餃子ですね。これ餃子はねお箸で食べたいところなんですけど、ナイフとフォークしかないので、はい、ちょっとお上品に食べてみます。焼き餃子に結構ね甘辛だれみたいなのかかってますね。ちょっと食べてみますね。生姜も効いてますね。美味しいです。はい、メイン料理のね酢豚が来ました。豚肉がねたくさん入ってますね。パイナップルもね入ってて、ご飯もちょっとついてます。美味しいわ。とにかく豚が多くて美味しいです。いただきます。はい、抹茶ケーキが来ましたね。どこに抹茶あるのかなと、そこにね、はい、抹茶のスポンジが入ってるみたいです。食べてみます。なんかパッションフルーツみたいですね、この赤いのが。真ん中はねパンナコッタ固めたみたいな感じですね。抹茶ケーキって書いてるんですけど、パッションフルーツが強すぎて、これパッションフルーツケーキで出されてもわかんないですよ。すごい美味しいってもんでもないですね。一応食べるけど次おかわりしないタイプのケーキですね。じゃあ残りゆっくり食べていきたいと思います。この日のショーは女性ボーカルが
オリビア・ニュートン・ジョンの曲を歌ってくれました。ちょっと懐かしくて美しい歌声がとても心地よいショーでした。4日目、船は最初の寄港地ニューカレドニアのヌメアに到着しました。はい、今6時28分ですね。ニューカレドニアのヌメアというところに到着しました。思ってたより結構大きな港ですね。タンカーとかもね、止まってます。マイクロバスに乗りました。20人ぐらい、乗れるバスに、同じツアーの方たちが乗っています。公用語はですね、フランス語みたいです。ドライバーの方はね、英語を話せないということです。はい、向こうに僕たちが乗ってきた船が見えます。雨は止んでくれてよかったんですけどね、まだちょっと曇ってますけども、ツアー楽しんでいきたいと思います。はい、バスね、もうほんと5分ぐらいのところに止まったんですけど、この船乗るのかな。すごいちっちゃい船にね、前の人たち乗ってますけどね、すごいちっちゃいゴムボートに乗るのがですね、今人がね、必死にかけてさい10人乗りぐらいですね。はい、すごい揺れます。波をかき分けながらダックアイランドのところにね、今向かってます。はい、今ダックアイランドというところ来ました。はい、ほんと小さな島ですね。多分ね、この島のこの辺にいるんじゃないかなと思います。はい、で亀がね、写真があるのでいるんじゃないかと思います。あとね、こちら魚の写真がたくさんあるので、潜ったら見れるのかなと期待してます。ウミヘビもいそうですね。タコもいて、ウミガメとかいろんな魚、そしてこっちはね、こういった鳥たちもたくさんいるんじゃないでしょうか。一応ね、今日天気悪いんですけどね、風はそんなに、吹いてるか、ちょっとね潜ってみたいと思います。見えるといいんですけどね。先ほどこのビーチでね、自分たちでねシュノーケル持ってきたので入ったらね、結構ね1メートルぐらいのね、亀に遭遇しました。それも2回ですね。はい、初めてね海で亀に遭遇したので、すごいテンション上がってます。晴れてたりとかね、前日雨降ってなかったりとかしたらね、もっと透明度がいいんだと思います。本当に小さな島でね、歩いて回れるような感じの島みたいです。海もねすごい綺麗です。波もね透明ですよね。はい、明日からねバヌアツの島になります。バヌアツもね多分海綺麗だと思いますんで、楽しんでいきたいと思います。もう少ししたらねお迎えの水上タクシーが来てね、はい、クルーズ船に帰りたいと思います。はい、今11時32分ですね。これから船に戻ります。はい、この船にね乗っていきました。天気がねまた悪くなってきましたね。雨降られないんでよかったです。今回ね、これからね船の方に戻りたいと思います。11時56分ですね。今船に帰ってきました。こうやってねツアー船の申し込むとちょっと高いんですけどね、こうして行きも帰りも送ってくれるのでね助かります。はい、じゃあこれからね船に入って、食事ね昼食取りたいと思います。今1時6分です。寄港地から帰ってきて、ウィンドジャーマーで食事をとった後にねジャグジーでゆっくり体温まって、今ねサマーベッドで寝てます。こんな感じです。ここもね小雨降ってるんですけどね、海水浴場も結構天気悪いと思います。僕たちね入った時はちょうど止んでてよかったですし、最初だったので、ね、ウミガメも見ることもできました。はい、じゃあちょっとねここで、ゆっくりサマーベッドで横になっていきたいと思います。はい、前菜来ました。エビのフライですね。ココナッツソースがかかったです。これねもう前回のニュージーランドクルーズの時も食べたんですけどね。はい、前菜エビ、メインもエビというエビ尽くしの日になってます。いただきます。美味しいです。はい、メインが来ました。エビですね。ジャンボシュリンプのガーリックでね炒めたものだと思います。今回普通の量にしました。もう前菜でもねエビ食べてるので、もうこれぐらいで十分だと思いますね。大きいんですよエビが。塩コショウとガーリックですね。美味しい。言ったらねエビ倍増してくれるので、自分はもうエビいくらでも食えるっていう人はね倍にしてもらってもいいと思います。エビが大きいのでね、女性はね僕これでも十分だと思いますよ。
はい、今日トロピカルの日みたいで、皆さんアロハとかインドネシア人スタッフバティック着てるんですけども、ダンスで歓迎してくれています。はい、すごい盛り上がっています。5日目、ニューカレドニアのヌメを出港した船は2つ目の寄港地リフー島に到着しました。はい、朝の7時です。今ですね、リフー島に到着しました。本当はバヌアツのポートビラというところでね、寄港地だったんですけど、そこがやっぱり地震の影響でまだちょっと復帰ができないということで、急遽この島に変更したので、この島のことね、僕全然わかんないんですよね。なのでね、ちょっとゴンドラに乗ってね、少し、何が見えるかわかんないですけど、見てみたいと思います。今、屋上にいます。続々とね、こうしてテンダーボートって言ってね、今回島にクルーズ船がつけられないので、こうした小さなボートでね、どんどん運んでます。はい、向こうはね、乗客を降ろして帰ってきてますね。はい、こんな感じで今日の乗客半分がね、この島で観光することになります。そしてその半分はね、船に残ることになります。ニューカレドニアの一部らしいですね、こちらね。いきなり変更したのでね、前準備で全然調べられてないので、どんな島か全然わかんないんですけどね、結構大きな島っぽいんですけどね、主要産業は観光らしいので、観光客はね結構来るみたいなんですけどね、さすがにクルーズ船の4000人ぐらい一気に降りちゃうと、パンクするということで、今回半分ずつになってます。今日はね、船からこれ眺めて、また何日後かにね、こちら上陸したいと思います。はい、今ノーススターというね、ゴンドラが上がっています。ちょうど9時からね、僕たちもあれに乗る予定です。バヌアツのポートビラへの寄港が去年の地震の影響でクルーズ直前に急遽寄港地がニューカレドニアのリフー島に変更になったので、こちらのゴンドラ1回が無料になりました。15分ほどなんですが、高い位置から見る景色はやっぱりいいですね。今回ローラースケートも30分無料ということなのでやってみました。僕は小学生以来、妻は初めてのローラースケート。2人とも生まれたての子牛のような状態で、動画を撮る余裕が全くありませんでした。午後4時、船はリフー島を出港しました。これから次の寄港地、バヌアツのミステリーアイランドを目指します。部屋が船の一番前なので、窓から船の進む様子がよく見えます。椅子に座って窓の外の流れる雲や沈んでいく夕日を眺めているだけでも全く飽きませんでした。はい、今日はね、ポテトスープです。前のツアーでも食べたんですけど、同じ船なんですけどね、これ航路によって味違うかもしれないですね。シェフがもしかしたら違うかもしれないです。美味しいですこれ。はい、今日のメインが来ました、ニューヨークステーキですね。今日のレコメンドだったのでね、久しぶりにちょっとお肉食べたくなってこれにしました。はい、いただきます。ごついです。熱い、ミディアムレア。こんな感じ、赤身で肉々しくて美味しいです。マクチーっていうのをね、妻が頼んで少しもらいます。チーズとマカロニがね一緒になった料理みたいです。ロブスターも入ってます。こじんまりしてる料理なのでいっぱい食べれないなという方はおすすめですね。ロイヤルチョコレートケーキが来ました。上にいちごが乗ってます。どんな味がするのか焼いていきます。すごいね、濃いチョコレートの味がします。美味しいです。コーヒーと合いますねこれね。はい、じゃあゆっくりデザートとコーヒーいただいていきます。6日目、ニューカレドニアのリフー島を出港した船は3つ目の寄港地ミステリーアイランドに到着予定です。はい、今8時半です。いろいろね、ツアーに行く準備してたんですけども、船長さんからアナウンスがあって、今日はですね、波が高くて風もとても強くて、テンダーボートっていうね、小さい船がそのミステリーアイランドに接岸するのがとても危険だというのでね、今回ミステリーアイランドは寄らないことに決定されました。すごい残念ですね。ミステリーアイランドで、シュノーケルツアーをね、
申し込んでいたんですけども、今回そこに寄らないで、昨日いたリフー島にね、今向かっているみたいです。もうほんと波はね、昨日から確かにとても高くて、寝ててもね、もう波に揺られる夢を見たり、もうベッドに寝てるんですけど、ゆりかごに乗ってるかのようなね、感じだったんですけども、やっぱり安全第一ということでね、今回、ミステリーアイランドは寄らなくなりました。シュノーケルの道具とかね、今回は水中カメラちゃんと用意してたんですけどね。はい、ちょっと残念ですね。今回のこのクルーズ旅行に関してはですね、当初ね、ポートビラっていうところでね、寄る予定だったんですけど、地震の影響でそれがなくなって、結局寄れたのがニューカレドニアのヌメアという都市と、そして、明日上陸できたリフー島の2つだけになりました。9日間のクルーズ船で2個っていうのはね、ちょっと少ない気もするかもしれませんけども、これも仕方ないですね。僕たちは今日一日ね、また船の中を、楽しんで、明日ね、上陸できることをね、楽しみにしたいと思います。はい、今270ですね。ビンゴ大会になっています。寄港地がね、今日なくなったせいかね、結構たくさんの人が今参加しています。数字が発表されるたびにね、結構歓声が上がって皆さんね、盛り上がっています。さっきね、これ体験してきました。ただね、これ夫婦で一緒に体験するので写真撮れないんですよね。中に携帯とか持ち込めないので、もしやるんであれば1人外にいて1人ね、申し込んで時間ずらした方がいいと思います。写真撮りたい人はね。ただね、無料で今回頼めたので、これは良かったと思います。こんな感じで僕もね、1分間妻もね、一緒に体験させてもらいました。無料なのは本当良かったです。はい、今バンパーカーズですね、ゴーカート乗りました。はい、妻が入ってます。流れるプールになってますね。すごい船が揺れてる時にね、こうやって入るのも面白いですね。妻の後にも僕もプールに入ったんですが、波が高くなりすぎて危険なので、ライフガードに強制退場させられました。はい、今ね、プール上がってジャグジー入ってるんですけども、プール閉鎖になりました。今ロープを張ってね、入れないようにしてます。僕がね、一番最後だったみたいですね。僕の後にね、入ろうとした外国人がね、止められてね、なんだよ入れてくれよみたいな感じだったんですけどね、はい、残念でした。なんとかね、最後入れてよかったです。はい、今日は、ホワイトナイトということで、乗客の皆さんね、白い服を皆さん着てます。白いポロシャツとかね、ドレスとか、すごいですね。僕真っ白はちょっと持ってないので、ちょっと白っぽい服を着てきましたね。はい、こんな感じでね、今日はカジュアル、今日はフォーマル、今日はホワイトというふうにね、今日70年代とか皆さん合わせています。それも面白いですね。はい、今日はですね、エスカルゴにしました。このクルーズでは2回目かもしれないですけど、前のクルーズでもね、2、3回食べてます。これね、僕はね、サザエみたいな感じでこの好きなんですけどね、うちの妻はね、ちょっとダメみたいです。この虫みたいなのが食べれないです。これね、オリーブオイルとね、チーズみたいなのがある。この油がうまいんですよね。はい、食事が来ました。バターナッツカレーですね。はい、かぼちゃのカレーみたいです。ピタみたいなね、あとナンみたいなのもついてます。はい、だから結構ボリュームありますね。香りはすごいいいです。いただきます。カレーだけでいただきます。結構甘みがあってちょっとピリッとしますね。なんかベジタリアンみたいにお肉は多分入ってないと思うんですけど、カレー自体はね、結構いい大味です。結構僕好きな味ですね。これひよこ豆みたいなのが入ってますね。ご飯はね、バスマティライスみたいな細長いご飯です。これもカレーとよく合いますね。なぜか今日もまたスタッフのダンスが始まりました。いつもは最終日の1回だけなんですが、今回は寄港地変更や抜港があったせいか、ダンスが多いですね。食事の後は前回のクルーズでも見た素晴らしいボーカルたちの歌のショー。やっぱり歌のショーは何度見ても感動します。7日目、クルーズ船は再びリフー島沖に到着しました。
今回はリフー島でバスツアーに参加します。テンダーボートに乗って島に上陸します。テンダーボートが進むにつれて巨大なクルーズ船の全体がやっと見れるようになります。こうしてテンダーボートから見るオベーション・オブ・ザ・シーズはまるで海に浮かぶ巨大なマンションのようです。8時55分、島に到着しました。ツアーの人はね、こっちに行くようにっていうふうに書かれてますね。結構パプアの人たちに似てますね、顔立ちが。天然パーマに色が黒いというね、そんな感じがします。一応ね、ここが待ち合わせ場所になってます。ツアーに参加しない方とか、ツアー終わった方とかね、何も参加しない方ね、ただここに来た方はね、ここでね結構泳いでる方いますね。砂浜はね本当に白いです。サンゴ礁の島だと思うんですけども、はい、もう真っ白な砂で皆さんね思い思いに泳いでますね。シュノーケルやってる方もいれば、はい、向こうカヤックやってる方もいますね。今回僕らはね森の中を歩くツアーを選んだので海にはちょっと入らないです、ね、本当に海水浴されたい方はね、こちらいいと思います、はい、こちらねシャワーとかもあるんですよね。いいですよね。トイレもねちゃんと綺麗なんですよ。結構ね観光客が来てもねいいようにね受け入れ体制がかなりできてますね。ただねネットは繋がんないですね。ギグスカイ、繋がんないですし、あとはサイリーと楽天シムですね、はい、これもどちらも無理でした、なかなか島に来るとネットは厳しいですね。はい、向こう側にね船が見えます。結構ね写真撮る方が多いですね。絵はがきみたいな本当に景色がね広がっています。ただね暑いですね。バリ島のすごい晴れた日と同じ感じで、やっぱり気温も高いし湿度も結構高い感じがしますね。桟橋から一番近いお土産屋さんがこちらになります。はい、絵はがきとかね結構小さなお土産持って帰りやすい小物とかね、財布とか、はい、洋服とかもね、売ってます。45ドルとか40ドルとかなので4500円とかですね。こういったバッグとかね、はい、地元で作ったんですかね、はい、結構ね購入される方いますね。10時53分、ツアーのバスが到着したのでバスに乗ってツアー開始です。広い緑の土地に時々ヤシの木とポツンと小さな家が建っているのどかな風景が続きます。ツアーガイドがまずリフー島の歴史や特産品などについて説明してくれます。はい、これから歩いてねガイドについていきたいと思います。周辺を歩きながら時々立ち止まってこの辺りに生息する木や動物などについて教えてくれます。こちらの木はサンダルウッド、日本語だと白檀といって良い香りのする香木としてとても貴重な木だそうです。お香やアロマなどでよく使われ、ここでオイルに加工して日本にも輸出しているそうです。こちらは昔の様式で建てられた家屋。中に入ると中心に大きな木の柱が1本あって、周りは藁のようなもので覆われ、壁と屋根が一体になったような作りになっています。真ん中には囲炉裏のようなものもあります。はい、こちらの入り口は全部ね中から日の出が見える位置になっているそうです。どこに建ててもね必ず日の出が出る位置になっていて、低くなっているのはね他から来る人がかがまないと入れないぐらいの低さになっています。それは家の人に敬意を払うという意味になっているそうです。日本のかやぶき屋根みたいな感じですね。こちらはココナッツクラブ。日本語だとヤシガニを捕まえるトラップだそうです。夜になるとこのトラップの穴にヤシガニが入って6、7キロのココナッツクラブを捕まえることができるそうです。他にも森の真ん中にある大きな木やこの周辺に生息する動植物の話もしてくれました。はい、結構ね獣道みたいなところを歩いていくと目の前にね少し
海がね、見えてきました。あそこまで多分歩くんだと思います。森を抜けると海が見える開けた場所に出てきました。とても見晴らしが良くて景色も最高です。かなり足元悪いところを歩いています。下はね、なんか石灰石みたいですね。もう本当足元がね、すごい岩だらけのところを歩いています。うちの妻ね、足くじきました。はい、気をつけて歩いていきます。この白いのがね、シガテラみたいです。あれを魚が食べてシガテラ毒をね、内臓に濃縮するみたいですね。はい、シガテラってああいうのなんですね。知らなかったです。車の方に戻っていきます。はい、ツアーの終わりにね、こうしてレモンジュースですね。いただきます。インドネシアのロティゴレに似てますね。いただきます。お腹空いたので助かります。はい、今午後1時5分ですね。帰りのバスに乗り込みました。いろんなね説明をしてもらって結構ね、面白いツアーだなと思いました。英語が分かればねもっと面白いんだと思います。結局参加者が、僕らを含めて7名ですね。はい、少なかったので、こじんまりとしていて、あと結構年配のね方とか、ちょっとねぽっちゃりした方が多かったのでね、そんなにペースが速くなくてよかったです。あちらがね教会ですね。大きな教会みたいです。はい、プロテスタントの、方がねすごい多いらしいんですけどね、カトリックの方もいるそうです。で、あそこの教会がねすごい大きくて綺麗なのでね、結婚式はね、カトリックの方もあそこのプロテスタントの教会を借りて結婚式を挙げることもあるそうです。じゃあこれからね、桟橋の方にね多分向かうと思います。今1時20分です。ツアー終わってね、トイレと手洗いして今から船に帰ります。帰りもテンダーボートに乗ってクルーズ船に戻ります。結構歩いたので今日は少し疲れました。はい、前菜が来ました。なんかねアランチーノって言ってね、肉団子みたいなんですけど、ちょっとよくわかんないですけどおすすめされたので、もう最近おすすめお願いしてます。こんな感じ、モッツァレラチーズ入ってます。美味しい。これなんかニンニクも効いててソースも美味しいです。ラザニアが来ました。初めてですね。これもね今日シェフがおすすめしてくれたんです。はい、こんな感じ。いただきます。美味しい。ミート成分とトマト成分とね、このオリーブオイルがうまく混ざってね、あとチーズすごく美味しいです。おすすめされたやつね頼んでてよかったな。お肉ばっか食べたんですけどね、たまにはこれイタリアンもいいですね。デザートがティラミス来ました。カップに入ってきましたね。ケーキで来るのかなと思ったんですけど、コーヒーも一緒に来たのでいただきます。はい、まずは上からですね。こんな感じ。もう下のスポンジにね、なんかブランデーかウイスキーかなんか染み込んでるスポンジがあるので、それちょっと避けますね。もうちょっとお酒弱いのでね。クリームの味は美味しいです。でもブランデー系はねダメなんですよね。この辺がねブランデー染み込んだスポンジになります。上の部分だけいただきます。今夜のショーはイーグルスの曲をバンド演奏で歌ってくれました。曲は少し古いんですが、お客さんたちはとても盛り上がっていました。8日目、最後の寄港地のリフートを出発したクルーズ船は、今日明日と丸2日間の終日クルーズでオーストラリア・シドニーへ向かいます。プールサイドでは生バンド演奏とその演奏に合わせて踊るノリノリの乗客。南国のプールサイドにいるような光景ですよね。フローライダーに挑戦していました。今回は膝立ちしてから1回転するのが目標だったんですが、結果は全て失敗。みんな簡単そうにできているのになぜか僕にはできませんでした。また次回のクルーズで挑戦します。今回のショーは前回のニュージーランドクルーズでも見たミュージカル調の歌と踊りのショーでした。見るのは2回目ですが、こちらのショーは歌も踊りもすごくて2回見ても感動する素晴らしいショーでした。
9日目、モーニングパズルというイベントに参加しました。A4 のプリントと鉛筆が渡され、ランダムに書かれた文字列の表から、ロッキー、タイタニック、ジョーズなど映画のタイトルのスペルを探します。縦、横、斜めに文字が隠れているので、それを探して鉛筆でチェックしていきます。正解のタイトルのスペルが横にあるので、英語が苦手な僕でもかなり楽しめました。はい、うちの妻が上海の達人になってますね。すごい早いです。はい、最後のフィットネスジム、これで終わります。1時30分です。ロイヤルシアターで映画をやるのでね、見に来ました。ツイスターズですね。はい、結構今船が揺れてるので、かなり臨場感のある映画になると思います。一回見たことあるのでね、日本語字幕ないんですけど大体わかると思います。今始まりました。じゃあ映画楽しみます。部屋に帰ってきたら窓から夕日を見ることができました。今回も前回同様、バーチャルテレビが映らないというハプニングがあって、こちらの部屋に移動になりましたが、そのおかげで船の先頭の部屋から徐々に沈む夕日が見れました。航行するクルーズ船から見れる最後の夕日をこうして部屋から見れるなんて、とても贅沢な気分です。10日目、クルーズ最終日。まだ外が暗い中、船はシドニーの港に到着しました。これから朝食をとって船のチェックアウトの準備をします。はい、今7時10分ですね。これからね、船を降りたいと思います。天気はね、ちょっと悪いんですよね。下がこれちょっと濡れてるんですけど、朝までちょっと雨が降ってたので、はい、空はね、曇りです。で、これからね、船出たいと思います。最後にクルーズ代金以外にかかった費用についてご紹介します。まずは船内チップ代、1日 18.5US ドルを2人分9日間で 333US ドル、2つのオプショナルツアー代金2人分で 281.96US ドル、船内インターネット1日分 26.99US ドル、合計で 641.95US ドル、日本円だと 96,666 円になりました。はい、今7時28分ですね。はい、船の外に出てきました。もうすごいスムーズでしたね。パスポートが何も見せないで、C パスカード見せて、税関検査の紙だけで渡せば出てこれました。はい、これからね、サーキュラーキー駅からね、空港に向かうんですけども、まだかなり時間があるので、なんかちょっとこの辺でね、ちょっとスーツケース預けてね、はい、少し観光してからね、空港向かいたいと思います。オベーション・オブ・ザ・シーズ、僕たち降りてきた船、そこから歩いて4分、ちょっと上り坂だったんですけども、こちらのイージーマートさんでね、荷物を預かってくれます。はい、使ったのがですね、ラディカルストレージっていうね、アプリです。はい、これでね、僕らがいる場所から一番近いね、荷物預かり場所を示してくれるので、一番近いとこちら出てきました。値段はですね、こちらですね、21.3 オーストラリアドル、2130円ぐらい。クルーズ船降りた後も荷物を預けて観光できるのでね、よかったら利用してみてください。こちらですね、左に行くと、ハーバーブリッジでね、渡れるみたいなので、ちょっと歩いていきたいと思います。サーキュラーキー駅からだと、ちょうど歩いて9分ぐらい。そんな遠くないので、例えば、クルーズ旅行終わってね、飛行機がね、今回僕16時なので、かなり時間が空いてる方とかはね、こうやってね、ハーバーブリッジ渡ると、自分が乗ってきた船をね、今度はハーバーブリッジからね、見ることができます。はい、今ね、電車通ってます、こちら側。ここが電車通ってますね。今ね、ハーバーブリッジの上から、オベーション・オブ・ザ・シーズを撮っています。そして向こう側にはオペラハウス。水上バスもね、今走ってますね。1本目の柱を通過しようとしています。ちょうどこのアーチ部分からね、登るツアーもあるみたいなんですけど、1万円ぐらいかな。
安全ロープとかつけて登るんですが、ちょっと僕はね、そこまではちょっと高いところは怖いのでいいかなと思ってます。あと橋のところどころにね、警備員の方がいてくださっているので、はい、治安的にもちょっと安心ですよね。はい、ちょうど橋の今真ん中ら辺を歩いています。片道20分ぐらいで歩けるので、結構ね、気軽に散歩程度でね、歩くことができます。でこういった監視カメラもあるのでね、安心できますね。橋の向こう側の景色になります。はい、住宅街がかなり並んでいるところですね。ホテルかもしれないんですけどね。はい、2つ目の橋脚に来たのでね、今折り返しています。橋の入り口の方にね、戻りたいと思います。あとは左側歩けるので、シドニー湾ね、本当によく見ながらね、帰ってくることができます。はい、向こうがサーキュラー駅ですね。後ろには高層ビル群が見えます。そこから歩いてすぐのところにね、オベーション・オブ・ザ・シーズ、僕らが乗ってきたね、クルーズ船がすぐ止まっています。はい、今見えてきたのがね、ハーバーブリッジです。僕たちがね、さっき歩いてきましたね。20分ほどでね、歩くことができます。右側に見えてくるのがね、オペラハウスです。本当にね、シドニーの港はね、とても美しいですね。またいつか来たいと思います。水上バスもね、ひっきりなしにね、通ってますね。はい、じゃあこれからね、スーツケース取って、今度は空港の方にね、向かいたいと思います。失礼します。これで今回の全24泊25日の旅程が終了しました。振り返ると、2つのクルーズ旅行、2つの世界遺産、オーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニア、バンヌアツと4カ国の観光を楽しむことができた、とても充実した旅行となりました。今後、オーストラリア・シドニー方面に旅行に行かれる方の参考になれば幸いです。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。